話も長くなりましたが、この2001年度の文化祭の成果をですね、大成功に終わったこの文化祭の成果を生徒の皆さん一人一人のこれからの自主的な活動、特に学習活動に大いに生かして自立という本校の教育目標、これは自らの力で立つ、そして自らを律すという2つの意味がありますが、この教育目標に恥じない取り組みを見せてくれることを期待しています。以上、ロングホームルーム中失礼いたしました。さあ、涼子、あんたってアホ？ありがとう、疑問形で言ってくれて。いいよ、自業自得だから。いいって相手にしないで。手伝ってもらったらさ、かえって指導厳しくなるかもよ。涼子、それってどこまで持ってくの？会議室、生徒指導室までじゃないの？あそこじゃさ、全員は入らないんじゃない？じゃあみんなどこにいるの？だから会議室。でもさ、テーブルと椅子ぐらいはなかったっけ？なんかさ、長テーブルだとみんなおしゃべりばっかするんだって。だから一つずつ独立した席じゃないと指導にならないみたいよ。急げば。じゃあを認めるなって。私だけ長かったんだから仕方ないじゃん。何が？事情聴取。だってあんたが仕切ったんでしょ？場所と時間決めて伝言回して。永久戦犯だよ。はいはい。出所祝いは盛大にね。出所祝いでしょ。そうとも言う。知らないんだ。出廷だよ。定額。クラス44人中40人が定額。女子はほとんど、男子は全員。あれ、高野祭の時に伝言回ってきてなかった？クラス会やるって。だから文化祭の打ち上げで飲み会やったのがバレちゃったわけ。そういうこと。ショック？自分たち昨日聞いたからね。飲み会がさ、一昨日の夜で他のお客さんに通報されてから行った人みんな警察に連れてかれたんだって。校長、教頭、担任、あと親も一緒に。昨日は文化祭の代休なのに捕まった人全員呼ばれて。聞いてる？もう2日経ってるからさ、自分たちは少し落ち着いたっていうか。でも涼子って本当にバカだよね。だからよ、これってさ、級長の仕事ね。うち最初さ、もっとイケイケな子がセッティングしたのかと思ってた。ねえ知ってる？涼子って入学以来解禁回出席って。そうそう、無遅刻、無結果、無欠席、無期定額。まさか。どっか行くの？あ、指導室に。だからさやかは関係ないじゃん。あ、でも入室許可書？遅刻したから？でもさ、今それどころじゃないと思うよ。たくさん出廷出て先生たちゴタゴタしてるはず。でもさからねえ千秋。しゃ。ねえ、なんかさ、ぼーっとしてなかった？さやか。ああ、いつもじゃない？やっぱさ、ショックだったんじゃない？さっきの話。それは無理ないんじゃない？うちの学校は結構真面目な進学校ってイメージさ。じゃなくて、何？なんで自分は打ち上げに誘われなかったかって。それ考えすぎだと思うよ。むしろさ、自分は出廷になるようなことにならなくてほっとしてると思うよ。そうかな。そうだよ。ねえ覚えてる？さやかが9月に初めてこの教室に来た時さ、自己紹介の時、さやかって名前は明るくはっきりしているって意味ですとか言って。そうなんだ。自分さやかって爽やかの省略かと思ってた。バカだね。また寝てたでしょ。ちゃんと起きてたって。なんかすっごい弱くて消えてしまいそうな声でさ、そのギャップが忘れられないんだよね。あんま喋らんしね。だからよ、お母さんもあんな喋るの。あれ？話したことあるわけ？ほら、電話した先のさや
へえ、よく話持ったね。こっちは聞いてるだけだから。聞いてよ。すっごい勢いで止めどもなく喋るのよ、お母さん。話の腰折れなくてさ。バンバン折ったらいいのに、かけ直しますとか言って。それがさ、うちの子のお友達で電話をかけてきたのはあなたが初めてよって嬉しそうだったから。近くお友達なんだ。いつから？バカだね。うちの子は引っ込み思案なので、いいお友達ができたらって。なんかさ、憧れだったんだって、お母さんの。何が？うちの学校、女の園っていうか両家の子女の集う女子校で、しかも進学校って思ってたんだって。共学なのに。まあ、女子の方が多いのは事実だからさ、世間のイメージは。じゃあ何、酒飲んでしろって話は？できるわけないじゃん。だよね。ねえ、PTA の名簿持ってる？また電話？じゃなくて、これ？昨日気づいた。さやかの家だけお母さんの名前で出てる。他はお父さんの名前なのに。ほんとだ。だからさ、家庭の事情もあるんじゃない？こんな半端な時期に転校してくるのって。なんか辛い理由とか。でも最近少し明るくなったんじゃない？だよね。文化祭の準備一緒にしてる中で、私もやっとこのクラスの仲間だって思ってたかもしれないじゃん。でもさ、そんな時こんなことあったらなんか結構来ちゃうんじゃない？気持ち的に。そういえばさ、近くはなんで行かなかったの？うちは親のすねをかじっている間は飲み会なんてとんでもないって決めている。近くんち、親そんなにうるさくないじゃん。親は親。うちは自分のことは自分で決めるの。近子らしいね。何が？痩せ我慢、行きたかったくせ。何言ってんだか。あんたは気分悪いって途中で帰ったわけじゃん。高野菜の途中で。二人とも声かけられなかったわけじゃないさ。さやか、もしかして知らなかったんじゃない？打ち上げのこともみんな捕まっちゃったってことも。自分だけ知らないって、自分だけってことがさ、自分だけ関係ないってことがどんだけ。マリオカード。は？あいつ指導？みんなグラウンド走るってよ。げえ、走るんだ。から、どうしたの？忘れ物？言い忘れてた。宮城先生からの伝言。へえ、担任にあったんだ。で、来ないの担任はロングの時間なのに自習してろって。大変なのはわかるけど、こっち来て説明くらいすればいいのにね。余裕ないだからそんな。余裕ないよ。だってさ、担任も校長室で怒られてたんだよ。は？待ってよ、自習ってなんだよ。今ロングの時間さ、英語とか国語とか理科とは違うじゃん。何するわけ？課題とか聞いてないの？聞いたんだけどさ、なんか自分で考えろって。は？なんでそれ？自分で考えて自分に必要なことを自分の責任で勉強するのが自習なんだって。じゃあ何でもいいんだ。いいんじゃない？自主性って言葉先生好きじゃない？何でもって言ったってさ、結局勉強しろっていうのは変わらないわけでしょ。ああ、何？バカバカしい。先生たちの言う自主性ってさ、先生たちの持ってきたものの中からどれかを選ばせるってことさね。先生たちの持ってきたものがさ、全部つまらないもので、その中に自分たちのやりたいものがなかったとしても無理やり選ばせられるわけでしょ。で、いやいやだから適当にやってたらお前には自主性がないって怒るわけじゃん。私は言いたいね。やりたくないことをやらないのも自主性だって。おお、言うね。じゃあさ、どうしたいわけ？寝てる。自主性か？何なんだろうね。先生たちしょっちゅう言うさ、自主性とか自立とかさ。宮城先生言ってたじゃん。人間はさ、一人ぼっちで生きてるんだったら自立とか自主性とか必要ないって。自分を支えてくれたり関わってくれたりする人たちがいるから必要になるんだって。陽子は宮城先生派だからな。そんなことないよ。担任さ、前言ってたじゃん。人という字はこうやって、それ入るって字になってるよ。ああ、支え合ってできてるって。これって金八先生のパクリだよね。いいじゃん、それくらい。まあそれはいいんだけど、うちさ、違うと思うのは、人って字はさ、支え合ってるんじゃなくてもたれ合ってるんじゃないかって。上からもたれかかってる人と下からもたれかかってる人がいてさ。下の人かわいそうじゃん。そういう不公平なもんなんだよ、人の世の中はって意味なんだと思う。そう思わない？でも宮城先生前言ってたさ。お前たちは校則が厳しいとかよく言うけど、校則ってのは壁みたいなもんだって。それ今の話と関係ある？多分。だからその壁にぶつかるのか、目の前で踏みとどまるのか、遠回りしていくのか、自分で考えて決めろって。それでぶつかってみたの？そうきたか。今
私さ、校則って目の前に立ちふさがってるものだってずっとそう思ってた。でも私はさ、その壁の前で立ち止まったり遠回りしてるんじゃなくてさ、実は結構壁にもたれかかってたんだなーって。なんかすっごい楽ちんだったもんな。決まりさえ守ってれば誰からも文句なんて言われないわけじゃん。正直このままでいいなって思ってたんだ、この間まで。この間まで。小学校の頃からだもん。真面目ないい子歴10年だよ。ずーっと真面目な子って言われ続けて、でもそればっかりでさ、いつもいつもそればっかりで、そしたらだんだんまるで真面目でない私には何の意味もないって言われてるみたいです。それがさ、今は先生の信頼なんかはすっ飛んじゃったけど、友達からはさ、決まりがどうとかそんなこと全然関係ないところで頼りにされてるっていうか、近くも来たらよかったのに。じゃあ先生の伝言も伝えたし行こうね。ああ、指導中なのにさ、わざわざ来てあげたんだよ。なんかさ、言うことないわけ。サンキュー。じゃあバイバイ。待って、涼子。今さ、どんななのみんな。1週間頑張ろうってスクラム組んで。は？普通組むか、スクラム指導中に。で、担任は？長い人生にはこんなこともあるって。なんか自分に言い聞かせてるみたいだね。で、十分反省したらくよくよするなって。俺の辞書には絶望とか失望という言葉はないって言ってた。は？本当はさ、失意落胆とか疲労困憊とか意気消沈とか書いてあるんじゃない辞書に。おー、さすが関係3級。2級。ねえ、何？涼子の辞書にはさ、友情ってある？あるよ。どんな意味？はあ、急に聞かれてもね。じゃあ友達って意味は？大切な人、何でも話せる人とか、絶対裏切らん人とか。なんで？じゃあさ、なんでさやか誘わなかったわけ？そんなはずないって、ちゃんと伝言回したつもりだけど。そうなの？じゃあ行こうね。バイバイ。ピシャ。寝汗かいちゃったよ。何やってんの？なんでもいいんだよね、この時間。だから何？体育、創作ダンスの発表近いからさ。普通踊るか？こんな時にダンス。結構教室広くなったし。スペースの問題じゃなくてさ、恥ずかしくない？人が見てると思うと恥ずかしいんだけど、人じゃん。音楽かけるから迷惑だったら言ってね。でもヘッドホンしてるから大丈夫か。別にいいけど。でも音外に聞こえたらまずいんじゃない？今ホームルーム中だよ。大丈夫でしょ。英語の授業とかでラジカセガンガン鳴らしてポップスかけてるさ。そっか。どうせなら楽しそうに踊ったら。これ課題だし。ホームルーム中たびたび失礼します。教頭の山城です。またか。本日の日程の訂正があります。本日の2工事は全体集会の予定でしたが、全体清掃の予定でしたが全体集会に変更します。1工事のこの時間から清掃に入っているクラスは集合に遅れないようにしてください。日常のさまざまな場面で本校の生徒にふさわしい規律ある態度をとりましょう。やっぱり全体集会か。でもさ、読みが深いんじゃない？この時間から掃除してるクラスあるさ、絶対。ロングはさ、みんな適当だから。うるさいよね。ごめん。いや、放送のことなんだけどさ、なんでさ、同じこと何度も何度も言うんだろう。1回言えばわかるじゃん。それを2回も3回もさ。ねえ、どう思う？そうだね。どう思う、さやか？なんて急に話振っちゃったりして。おかえり。で、ど
れてたんだ。何？あ、いいですよ。ちょっと言ってよ。私思ったんですけど、この放送誰のためにしてるんだろうって。は？生徒にじゃないの？それはそうなんですけど、でも違うんですよ。放送、音結構大きいですよ。私のアパートから学校まで10分くらいかかるんですけど、朝来るとき、教頭先生の話、ガンガン外でも聞こえてきました。だから、本当に聞かせたいのは外の人、町の人なんじゃないかって。うちの学校はこんなに生徒を立派に指導してるんですよって。へえ、すごい。言うじゃん。あ、そうか。じゃあこれアリバイ作りしてんだ。いえ、そんな、違うかもしれませんし。いや、そうだよきっと。だからさ、放送とかでも40人出廷になりましたってはっきり言わないんだよ。もしさやかの言うことが本当だとしたらさ、学校って何なんだろうね。周りすっごい気にしてるじゃん。担任に聞けば。地域社会に支えられてこそ学校はあるんだって言うんじゃん。何？もう1日分喋っちゃったとか？今帰るの？どうせ後で全体清掃だけど。あ、でも持ってるわけにはいかないか。じゃあ脚立は？脚立、はしごを2つ合わせたみたいな。ないと届かないじゃん。やっぱいいや。めんどくさい。机使おう。あ、はい。さやかさ、その「はい」とか「デスマス」使ったりするのやめない？お互いためなんだからさ。はい。また。それ置いてたら？ねえ、手伝って。やだ。机貸してじゃあ。あれ？机2つだけで足りるんじゃない？ 4つの方が安全さ。じゃあいいよ。ちかこさん。これ使ってもいいですか？なんでうちに聞くの？でも。いいんじゃない？別に。誰が登る？私か。さやかさ、いつもみんなから離れてじっとしてるじゃん。なんか観察されてるみたいな感じがするんだよね。ごめんなさい。いや、責めてんじゃないけど、さやかってさ、うちらが気づかないことに目が向くっていうか、結構ユニークだよね。もっと話したらいいのに。私、羨ましいです。何が？ちかこさんと千秋さん。どこがよ。いつも自分の言いたいことをはっきり言えて。一見、仲がいいんだか悪いんだかわからないけど友達で。二人ともタイプは違うんだけど、マイペースで。私、真似できないなって。真似する必要ないよ。さっき鋭いこと言ってたじゃん。さやかはそのまんまでいいんじゃない？そうそなんで？まんまでいるって、自分のまんまでいるってすっごい大変じゃないですか。それに私、人の輪の中に入ると何？息苦しくて。う。風邪？何か嫌なことあった？いえ、そういうわけじゃないんですけど。楽しくないの？楽しかったですよ。特に文化祭。ちゃんと自分の仕事もあって、私、ここにいていいんだって。そうか。あれ、なんだ、ついちゃったよ。蛍光灯変える必要ないじゃん。やっぱり髪の毛染めたでしょ。はい。さっきからちょっと気になってたんだけど、それでよく指導部行ったなって。やったね。そんなんじ
しようと思って決めてたんですよ。文化祭が終わったらやるって。だから遅れてでも打ち上げには参加しようと思ったんですけど、なんか気恥ずかしくなっちゃって。今日だって学校来るのちょっと。そっか、知ってたんだ打ち上げのこと。ああ、はい。ちかこ、陽子に謝ったら。なんだ、さっきの話聞いてたんだ。なんかさ、参加するきっかけを失っちゃってさ。そっか。朝さ、なんだか呆然としてなかった？あ、私。遅刻してきて教室で。ああ、何？なんかいつもあるものがなくなってるって変な感じだなって思って。変な感じか。あ、何？皆さんが。本当だ。並んでるってことは走り終わったんだね。ねえ、逃げ出した人とかいないかな？あんたじゃないんだからさ。普通いるじゃん、一人二人は逃げるやつ。ちかこ、あのさ、指導受けてるのって何人だっけ？は ?40 人じゃないの？だよね。なんかさ、41人いるっぽいんだけど。は？それ変だよ。グラウンドにいるのは40人じゃないの？あ、他のクラスが混じってるとか？は？そんな話聞いてないけど。じゃあうちのクラスだっけ？ちょっと数えてみて。やっぱり41人いる。本当だ。でしょ？もしかしてあずみ？コングラチュレーション！なんだ、コングラチュレーションじゃないよ。隣のクラスに音が。ほら、今何の時間だと思ってる？ロングホームルームでしょ。分かってるなら少しは頭使ってやるべきことやりなさい。まずは謝ったら。どうも。すみませんだろ。すみません。先生、やるべきことって何ですか？クラスの大半が謹慎中なんだから、君らも全く無関係とは言えないわけだ。心静かに何が悪かったのか。反省するんですか？なんで？連帯責任って言葉あるだろ。どうして人の分まで責任取らないといけないんですか？一人一人が自分の責任をきちんと見極めることがまず大事なんじゃないですか？そうそう。へりくつ言うな。一連卓。なんだっけ？一連卓章。そう、それ。そういう言葉あるだろ。国語の勉強でもしてなさい。何？一連卓章。どういう意味？良くも悪くも同じ運命ってこと。同じ運命か。本当はクラッカー買ってきたかったんだけど、先生たち見張っててフェンス越えられなかったんだ。何したの？それはさ、こっちが聞きたい。トイレじゃなかったの？遅いと思ったら、あんた紙鉄砲持って廊下歩いてきたの？全体清掃あるじゃん。窓から生徒指導室とグラウンド狙ってたの。は？トイレで？そう。なんだ変態。何言ってんの？あそこが一番安全なの。トイレにカメラ向けてたら変態だけど、トイレから外に向けたら別に違うでしょ。じゃあなんで？芸術家。似たようなもんさ。なんで？人生捨ててるし。捨ててないって。廊下でカメラ構えて立ってるの見つかったらうるさいじゃん。いや、あのさ、トイレでカメラ構えて突っ立ってるとこ見つかったらもっとやばいと思うけどね。ああ。さやかさ、もっと普段笑えばいいのに。ねえ、そう思わん？千秋。ああ、でもさ、飲み会の次は変態が指導となると担任本当に倒れちゃうんじゃない？自慢の論にこうやってポーンかもね。そこまで言うか。ないない。それは絶対ない。何？見てないの？担任丸坊主。坊主狩りだよ。は？あれ、宮城先生だよ。本当だ。なんで頭丸刈りにして生徒に混じってるの？責任取ってるつもりじゃない？担任として。なるほどね。それで41人か。何？41人って。指導中の生徒40人のはずが41人いるって騒いでたのよ。驚かす。好きじゃない？先生、責任って言葉。君たちは自由を履き違えている。自由には責任というものが伴って初めて。ああ、その説教耳にタコ。でも先生が頭丸めたからって何も変わんないよね。ねえねえ、カクテルにさ、マルガリータってお酒あるよね。あ
って歩いてる。生徒指導の。ピンポン、まだ見てる？シカトかよ。確かに目があったのに。そこです皆さん、気合いを入れ。なんか先生張り切ってるね。体育祭以来じゃない。指導が生きがいいってか。こちらは物の数に入らないのか。みんな楽しそう。そねえ、ここにいるうちらって何なんだろうね。窓閉めようか。少し風あるし。ここからだと水平線が見えますよね。え、見えるの？本当だ。知らなかったの？屋上からだともっと綺麗に見えるよ。見せて。あ、本当だ。意外に海も近い。ね。そうだね。あ、それでか。何？夕方になるとさ、グラウンドで潮の香りがするんだよ。いい匂い。いい匂いっていうか、いい匂いです。その懐かしい匂いというか、前住んでたところ、海近かったんだ。近いし綺麗ですよ。いいところだったんだ。はい。何もない小さな島ですけど。ここから見えたりして。いえ、島は見えないですけど、ここからだって海は見えるわけですから。言われたんですよ。ここと島の間を海が隔てているって考えるんじゃなくて、島と島を海がつないでいるんだって思いなさいって。そうすれば離れ離れになっているって感じたり、寂しくなったりはしないだろうって。海でつながっているか。普通言いませんよね、そんなこと。うちのお父さん漁船に乗ってるから。何？あそこ白い船。こうすると船がビルの上に乗っているみたい。本当だ。意外にさ、空も広いと思わない？なんかさ、空を見ることなんてさ、あまりないでしょ。しみじみするね。和んでんの？お茶でも入れる？そうだね。夕方はもっとすごいよ。夕日が水平線に沈むの見える？この位置からじゃあ、あの飛行場のビルが邪魔。そっか。じゃあ何？もったいぶらないでさっさと言いな。曇り空にもよるんだけど、夕日で空一面真っ赤になって街中が燃えてるみたいになる。なんだ感動しないね。そうでもないけど。ほら、あの飛行機が突っ込んできて火を吹いたみたいな。ちょっとシャレにならないよ。ニューヨークの話じゃなくてマジにさ、あれバーンと突っ込んできたら、あの辺自衛隊の基地じゃん。爆弾庫なんかあったら火の海になって街中切りこさいやくみめようそんたいな。な話。突っ込んできたら景色どころじゃないよ。近子。はい？安住がいると思った。グラウンド。自分さ、ついひょっとしたらって思った。ありえないのにね。あ、そっか。さやか知らないんだよね。来るはずないじゃん。だってさ、もし来るとしたらグラウンドよりも何よりも絶対にこの教室に来るはずじゃん。そう思わん？しかも、なんなんさ、もう映画作らないの？やっぱり仕事を捨てるのってさ、めんどくさいこと多くて、これ一本でいこうかなって。ノーナをコンクールに出すの？写真また。今回は仕事。なんの？野球部集。写真載っけるの微妙じゃない？指導受けてるところなんか。いいじゃん。今日何日11月の13日か。なんで？2001年11月13日火曜日、出店記念日。コングラチュレーション。もう
まるってことはさ、実はさ、すごい仲のいいまとまったクラスってことじゃん。時と場合によるんじゃないかな、まとまってるのも。それはさ、バカやってることには変わりないけど、決まりには反しているかもしれないけど、いいじゃん。人のもの取ったり誰か傷つけたりしてるわけじゃないしさ、謝って済むことじゃん。担任に迷惑かけてることに変わりないじゃん。かもしれないけど、でもそうかな。担任ってらじゃん。お前たちはなんて人間関係が希薄なんだ。傷つくことを恐れずに本気で向き合い語り合わないと本当の友情は育たないって。願ってもない機会じゃない。先生にとってもさ、いつもの学園生活より濃い時間が過ごせるわけじゃん。生徒と向き合って語り合ってさ、出廷とか定額ってそういうもんじゃないの。なんか面白くない？なんで？だってなんか飲み会に出席しなかった自分たちが悪いみたいに聞こえる。そんなことないよ。自分の意思で参加しなかったわけでしょ。それはそれでいいじゃん。同じ場所にいても気持ちが通じ合うってわけじゃないし、同じとこにいてもお互い無関心ってことあるでしょ。いくらでも。別の場所にいても、あいつらなんであんなバカやったんだろうとか、今頃どうしてるんだろうって心配で言ったりするのがいいじゃん。おお、かっこいいじゃん、珍しく。そう思わない？運が良かったのかなって。運って？は自分たちって運がいいの？なんか紙一重じゃないですか。紙一重って？お酒飲んで盛り上がって何もなかったから良かったものの、何かあったりしたら何？交通事故とか、みんな悲しみに沈んでて、こんな風に形だけ指導を受けてて、本当は心から誰も反省なんかしてないっていう風にはならなかったわけですよ。事故や事件が起きていたりしたら。ちかこ、ちょっとごめん、ガラピシャ。ダメだよ、交通事故の話なんかしちゃ。まだまだ生々しいんじゃない？ 1 学期までそこに座ってたわけだし。ちかこ、切れてないんじゃない？あ、いや、吹っ切れた方がいいって言ってんじゃないけど、すげえ仲良かったから。飛行機事故の話なんかしてたから。あれはテレビだもん。いや、あれは本当にニューヨークのビルに飛行機が突っ込んだってことはわかるよ。本物のテロ事件だってこともわかる。だけどニュース見てて映画みたいだなーって妙に実感なかったから、それと身近に起こった事故を比べられないよ。私さ、正直言うとまだ実感ないんだよね、安住のこと。だから近くがいまだにショック引きずってんのなんかね。今でもさ、おはようとか言ってあの辺から入ってきそうだし。どうしたのみんな。別に。変なの。あれちかこは？トイレじゃない？それよりあんた大丈夫？そんなしょっちゅう教室来て真面目に指導を受けてんの？だから追加で走ってこいって。やっぱり。それよりさ、迎えに来たよ。ほっ。あんたマリオにメンバーズカード貸したでしょ、居酒屋の。私調子悪いから帰るけど、これ使ったらレディースデーは特別割引 50% オフだし。男子大丈夫大丈夫、うちのクラス女子が美味しい大将優しい人だからって言ってカード貸したでしょ。少年課から連絡あったんだって。何？未成年でも作れるの？カード。案外いい加減みたいだよ。私さ、てっきり綾とか翔子のお姉ちゃんのものだと思ってた。ということで仲間一人ゲット。じゃあ行こうか。机と椅子も？そう。それでは警察に出頭する前に一番生活指導部発射。何他人事みたいに言ってんの。なあなあのだよ。ほら、あんたのところグループテーマなんだったっけ？テーマ？文化祭の。70年代グラフィティ燃えよ青春。やったかこの野郎。器物破損、しかも公共物。しまった。映画で
みんなで渡れば怖くない。あったあった、そういうの。友達の友達はみんな友達だ。あったあった。ねえグラウンドにいるみんなに向かってあれやらない？あれやだ。やろうよ。ほら前出て前。ねえさやかもやろう。じゃあいくよ。21世紀バージョン。みんなで広げよう出廷の輪。カシャン。ほら誰も見てないじゃん。いいじゃん。先行ってるよ。じゃあねさやか。何か。近く遅いね。ねえ、近く来たらさ、あんたはどうなのって聞いてたって伝えてくれない？あんたの辞書には友情ってどういうふうに書かれてるのって聞いてたって伝えてくれる？いや、やっぱ自分で。ねえ、さやかはどうなの？ごめん、急に聞かれてもね。じゃあね、バイバイ。花火が消えた瞬間、たまには二人だけだからって波打ち際に走る T シャツのままで泳ぎ出す5秒に一度だけ照らす灯台のピンスポットライト小さなハット神様にもバレないよ地球の裏側で僕ら今走りすぎてる夏の子供さ胸の上から割る指嘘だろ誰か思い出すなんてさ歌うまいね。さっきはすいませんでした。いや、こっちこそ。いえそんな千秋さんと長井さんはああ、指導でしょ。メール来てたから。バカだね。見る？いえほら。ストッパーって何ですか？ああ、ストレートパーマ。うちさ、実は中学の時、天然パーマだったわけ。テンパーって言うんですか？そうそう。それでさ、中学の時、学年の変わるたびに知らない先生に説明するわけよ。私パーマ当ててませんって。もううんざりしちゃってさ。だから高校に入ったらストッパー当てちゃった。だからさ、私パーマ当ててます。ストレートでもパーマはパーマです。ちゃんと指導してくださいって、こっちから指導部乗り込んだらってことじゃない？漫画みたい。さやかだったら行く？髪染めてるんだから同じ条件よね。そんなことないです。私は何？いいです。ちかこさんを待ってるんですよ。皆さん。皆さんって誰？
それはそれ。なんかさ、誰かとつるんでないと、つながってないと不安なのかな、みんな。行く気ないよ。それに、うちが出ていくと、さやか一人になる。これまでだって一人でしたから。そうか。強いんだね。はい。あ、いや、さやかって強いなって。そんな風に言われたの初めてですよ。そうなんかスースーするね。え、教室、さやかの言った通りだね。嘘みたいに物がなくなって人がいなくなっちゃってさ。ねえさやか、うちさ、さやかのテーマいいと思ってたよ。テーマ？文化祭の。あいつかいなくなってしまう私たち。だっけ。そうですか。あれ、結構暗いって思った人多いんじゃないですか。あ、でも、千香子さんが指示してくれただけでも。いつかいなくなってしまう私たちか。なんだかドキッとしたよ、私たちって言葉。人間って全然平等じゃないじゃないですか。持って生まれたものも環境も運命も含めて。でもいつか死ぬってことだけはみんな平等だって。ねえさやか、人はさ、何のために歴史なんて残そうとするんだろ全体テーマですか、文化祭の。う。時代と青春だったっけテーマ。結局よくわからなかったけどさ。大事なこと、子孫に伝えたいとか、誰かに自分のことを覚えていてもらいたいんじゃないですか、死んだ後も。何百年も先のさ、直接関係ない人にまで覚えていてほしいのかな。あ、よくアニメでさ、核戦争かなんかで地球がぶっ飛んじゃう話あるじゃない。したら人間全員いなくなっちゃうじゃない。そしたらさ、思うんだけど、もう生きてる人とか死んでる人とかの区別って意味ないよね。死んでる人はさ、生きている人がいるからこそ存在できるんだって。うちさ、亡くなった人の分まで生きることなんかできないって思うわけ。でも死んだ人はさ、生きている人がいる限り、覚えていてくれる人がいる限り、完璧に消えることなんかないんだって。なんか自分に言い聞かせてるみたいだけどさ。あ、そうだ、掃除やっちゃおうか。え、早くないですか、清掃の前に集会ですよ。でもワックスがけもするんだよね。しかもたった2人で。だから机運んじゃおうよ。あ、はい。じゃあ私ついでに道具取ってきますね。お願いね。
りたかった。